Peggy 18.バイオハザード 0HD リマスターの方で、ディレクターを担当させていただきました小田です。ご縁あって13年前にも実はオリジナルのキューブ版の方も担当させていただいて、今回は引き続きという形になります。バイオシリーズに関しましては、初代の96年発売の1の企画立ち上げの時にも関わらせていただいております。いわゆるカット切り替えで進めていく、クラシックスタイルのバイオとしては本作0が一旦区切りになりまして、続くバイオ4以降はTPS スタイルに変わっていきました。でアクション主体の TPS スタイルとは違って、クラシックスタイルのバイオは、映画を意識したカメラアングルの連続で構成されていますので、テンポであるとか、得られる恐怖の質とかも、大きく違っていると思います。ゼロは言うなれば、そのクラシックバイオの集大成とも言うべき要素が詰まってますので、その辺の違いに注目しながら、ゲームの世界に身を委ねるような感じで楽しんでいただければと思います。当時は当時で完全にやりきった感っていうのがあったんですけども、その後実際に自分でプレイしてみたり、その後で実際にプレイしてくださったファンの方から、いろんな声をお聞きすると、やっぱりああしておけばよかった、こうしておけばよかったっていうのは後からいくつかやっぱり出てきました。でそれらを今回思い出しつつ、つい新たな試みを入れたくはなるんですけども、その HD 化っていうふうな作業だけでもかなり膨大なものになりましたので、全身にわたってクオリティであるとか、プレイ感覚にばらつきが出ないように、とにかくそこに気を注意して気を引き締めて書くようにしました。とは言いつつも、やはりそれだけで寂しいということで、ウェスカーモードっていうのを新たに追加しました。洋館事件と、その前日談を結ぶには、その両作品で大きな役割を果たしているキャラがいいだろうということで、ごく自然な流れで、レベッカの方に白羽の矢が立ちました。でビリーについては、ゼロっていうゲームはかなり得意なゲーム性を取ってますので、相棒としてこれまでのシリーズに全く出ておらず、でまたいつ敵に回ってもおかしくないような、ややダークな雰囲気を含めたキャラにしていこうというような設定で、常に人の死に近い位置にいて物事に動じることがない影のあるキャラクター人物にしていこうというコンセプトでビリーというキャラクターが出来上がってきました。当時のゲーム作りの環境においては、今ほどはそんな入れ墨に対してそんなにどうこうって言われることもなかったのもありますし、単純にやっぱり囚人っていうところが始まるので、とにかくその特徴のあるものをつけにくいということで、手錠はなんとかすぐに決まったんですけど、もう一つ肌につけてるもので簡単には取れないで、かっこいいものでなんだろうってなってる時に試行錯誤の結果がここに入れるということになったんですね。一番苦労したのは、やはり全滅することが分かっているブラボーチームをどのように描くかっていうところにありました。で期待される部分ではあると思うんですけども、冷静に考えてみると後の歴史では全滅することがもう完全に分かりきってますので、ただそれをなぞるだけではもう面白くありませんし、刺激にも欠けるなと。そこで歴史を遡りつつも、ストーリーの主軸を、ラクーン氏の表には出せないエピソードにして、レベッカの成長と経験にフォーカスすることで、描き切るって感じで進めました。3部作に対する意識、そこまでは強くなかったですね。やはり0と1つながっている部分に関しては、かなり強く意識しました。HD 化の作業はかなり膨大なものだったんですけども、どうにかそれにも目処がつきましたので、そうなるとやっぱり欲が出てきますよね。でやっぱりHD 化に加えて何かもう一つ仕掛けを入れたいということで、ウェスカーモードを入れようというふうに。で最初スターズの制服を着た隊長ウェスカーっていうそこまでだったんですけども、やはり本編でも出てますし、やっぱり刺激が足りませんし、何よりコスチュームチェンジの延長線上にもちょっと見えちゃうかなと思いましたんで、スタッフの方にはちょっとかなり、無理をお願いしまして、
超人の的な能力を持ったウェスカーを登場させるようにしました。ただオリジナルのゲームキューブ版では当然そのような超人的な能力を持ったウェスカーが暴れ回れるような舞台設計にはしてませんので、致命的なバグにつながりはしないかと、かなりヒヤヒヤしたんですけども、制作スタッフのがうまく、まとめてくれて、チューニング班からも本編をクリアした人なら、爽快に楽しんでもらえるようにレビューもらったりしたので、最終的には楽しんでもらえるようなものになったんじゃないかなと考えています。ウェスカーモードを入れる前に、実はいろんなアイディアが出たんですけど、バイオの中に出てきてかつあまり、操作することができないキャラクターっていうことで、逆にクリーチャーなんかを使って、面白いことできないかっていうようなアイディアがありました。個人的にバイオハザードの前身となったファミコンのスイートホームが非常に好きだったことと、会社も実験的な作品作りに非常に理解があったので、セーブや回復が非常に制限があったりとか、ヒットポイント保持をわざと曖昧にしたりとか、とにかく最初の時点から、恐怖の演出を引き立てるためとはいえ、親切とは真逆の設定を行っていました。ついてこられる人だけついてこれればいいかっていうコンセプトもあったがゆえなんですけども、それが気づいてみると20周年を迎えるタイトルに成長していることに、かなり驚かされます。これも一重にファンの皆さんが、理解し、惚れ込んでくださったからだと思うんですけども、今後もいい意味で裏切っていけるように、スタッフ一同頑張りますので、引き続きご声援よろしくお願いします。